皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では細かな話については取り上げてはくれません。ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢の情報を更新していってください。今回取り上げる最初の話題は、ウクライナ軍がクルスク州で新たな攻勢を仕掛け前進しているというニュースが入りました。クルスク州ではこれまで1000平方キロメートル程度の占領地域を得た後、ロシア軍の反撃作戦が始まったことにより、ウクライナ軍は攻めから守りへと転換し、それによって徐々に占領地域が縮小してくるといったことが続いていました。現在のところはおおむねクルスク州における占領地は半分程度にまで縮小したと言われています。今回ウクライナ軍の攻撃作戦にはまとまった戦力が投入されているとされていますが、そのまとまっていると言っても何万人規模といったようなものすごい規模ではありません。そのため防戦一方だったウクライナ軍が反撃するというこれまでと違った行動をとることによってロシア軍の虚をついたといった形となっています。ただしこれは本来であれば別におかしな話ではありません。防戦一方になっているとどうしてもロシア軍側の方がどうせ反撃は来ないんだからといった形でどうしても一方的な攻撃に集中しがちです。今回ウクライナ軍のまとまった反撃が行われたことによりロシア軍側の方で一時戦線がパニックに陥り、それに伴ってウクライナ軍の大規模な攻勢だというふうに話が伝わっているようです。ただ私自身は今回のクルスク州におけるウクライナ軍の攻撃は新たな大規模作戦ではなくて、先ほども述べたような攻めに偏りすぎたことによる防御がおろそかになったロシア軍を痛撃するといったことがウクライナ軍の目的だったと考えています。ですから今後ウクライナ軍がどんどんとクルスク州の州都やクルスク原発を目指して進撃するというわけではなく、おそらくこれまで防戦一方だったウクライナ軍も反撃するぞと見せてロシア軍の攻撃する手を一時的でも減衰させる意図があると思われます。また東部戦線ではロシア軍の攻勢が続いており、ポクロフシク戦域においては強固な防衛ラインを引き直すことができず、なかなかウクライナ軍の防御が地に足がついていません。そのような状況の時にクルスク州での戦いに新たな戦力を投入したとみられますから、ゼレンスキー政権としてはトランプ大統領の就任式その後においてある程度の外交カードとしてのクルスク州の占領地域は意味があると考えているのでしょう。そしてクルスク州における戦いではウクライナ軍が反撃したことによりさらに北朝鮮兵の死傷者が増大しそうです。この件に関して北朝鮮についての情報を以前からずっとニュースにし続けているデイリー NK の記事によると恐ろしい記事が載っていました。それは北朝鮮の金正恩国家主席はロシアに派兵した兵士が一人として生きて帰らなくても全く構わないかもしれないと記事にしていました。当初北朝鮮兵がロシアの戦場で戦う意味としては現代戦がどのようなものかまさに身をもって知る、そうした教訓を持ち帰ることが北朝鮮にとって一つの目的だったのではないかと言われていました。しかし今回出てきた話は軍の上層部がそうした戦闘経験から得られる教訓などを持ち帰ればよく、現場の兵士たちは生きて北朝鮮に帰った場合反乱分子になり得ることからこのままロシアの地で使い潰しにした方が良いというような意見が記事になっていたのです。もちろんこれはデイリー NK の取材対象が述べていた話であって、金正恩氏自身が発言した話ではありません。しかし、北朝鮮の金正恩氏にしてみれば、兵士や物資をロシアに売ることによって、ロシアからエネルギー資源や食料類などを、さらには従来では引き出せなかったような軍事技術の提供などについても道が開けたと言われていますから、送った兵士が帰ってこなかったとしても何ら気にしないかもしれません。なお、北朝鮮からはさらに数万から最大10万人程度の兵士を送るかもしれないという予想なども一部報道で見ました。果たしてどこまで兵士の命を売買するのかは、私たち日本人の感覚からはかなりかけ離れたところで交渉が行われているのでしょう。次にウクライナ南部、黒海における新たな話について解説しておきます。クリミア半島の先端には黒海艦隊の母港であるセバストポリがあります。現在のところクリミア半島自体はウクライナ軍の攻撃も非常に多くあり、ロシアの海軍艦艇はクリミア半島を離れて黒海の東の海の方にとかなり押し込められています。そのため現在ではウクライナの貿易回路は復活しています。
しかし、復活しているとはいえ、ロシア軍がちょっかいをかけることも十分可能なわけで、この海を守るために、ウクライナ軍は水上ドローンを多く黒海に展開しています。通常であれば海軍艦艇を狙う水上ドローンなわけですが、ここ最近で新たな動きというのは、無人の水上ドローンがロシア軍のヘリを撃墜したという話が出ています。従来の水上ドローンは船に対して突っ込んで自爆するタイプのものだったのですが、今回実用化されたのは水上ドローンに対空ミサイルを搭載してヘリを撃墜したというのです。対空ミサイルの性能については明らかにはされていないので、おそらくは兵士が肩に担いで使えるぐらいの大きさのものを水上ドローンに搭載したのだと思われます。ウクライナ軍の使用している大型の対空ミサイルは水上ドローンに搭載できるようなものではありませんから、あくまでも近距離の対空ミサイルでしょう。たとえそうであったとしても、金額的に言えば水上ドローンの方がはるかに値段が安いので、ヘリを撃墜した意義は非常に大きいでしょう。ウクライナは農業大国であり、その物資を船に乗せて輸出するルートが安泰になればなるほど、国内の農業や経済基盤が安定化します。ここ最近だと、シリアのアサド政権が倒れたことにより、暫定政府に対して食料支援でまとまった穀物を送ったそうです。経済がズタズタなウクライナが他の国に援助している余裕などないはずだと、非難する人もいたわけですが、ウクライナにとっては必要な支援だというのをちょっと押さえておく必要があります。従来アサド政権はシリア国内にロシア軍の空軍と海軍、その他内陸の基地にもいくつも部隊兵士たちを駐留させていました。アサド政権とロシアのプーチン大統領は非常に密接な関係があり、プーチン大統領にとっては中東地域やアフリカ大陸に対する戦略を考えるときにシリアは非常に重要な地だったのです。それがアサド政権が倒れた後の暫定政権がそのまま軌道に乗るかどうかといったところは、この地にロシアの勢力圏が帰る余地が生まれるかどうかという意味で分かれ目となります。再び何かの混乱、例えば新たな内戦などが発生し、乱れに乱れればそこにまたロシア軍が戻ってくる可能性が生まれてしまいます。ですからウクライナとしては自分たちにとっては海外にたくさん売るだけの穀物があるのだから、それを少しでも外交のカードとして使い、シリアの暫定政権を安定させ、ロシアの勢力圏が戻ってこないようにすることもまた重要なわけです。最後に一つ、ロシアの旅客機についての危険な情報も報道されているのでご紹介します。旅客機といえば、つい最近では非常に大きな事故が立て続けに起こっています。アゼルバイジャンからロシアへと向かっていた旅客機がロシア軍によって撃墜されてしまったということがあったのに続いて、韓国においてはチェジュ航空の旅客機が胴体着陸、その後明らかに設計ミスのコンクリートの壁が障害となり、179名が亡くなるといったことも起きています。ロシア軍による撃墜は旅客機のせいではないのですが、このように立て続けの不幸が起きているとどうしても気になるものです。ロシアの旅客機は現在のところこのような大事故は起こしてはいませんが、いずれそうなってもおかしくないような状況にあります。年末年始の時期においても、ロシアの旅客機は2件の重大な故障が発生しています。エジプトからロシア行きの国際便において2機あるエンジンのうち1機が完全に故障し引き返したといったような事故が発生しています。さらに同じくこの年末年始1月2日においてもボルゴグラードからエカテリンブルクへと向かう国内線の便においてもやはりこちらもエンジン2機のうち1機が故障し途中で引き返したというような事故が発生しています。この2つの事故において共通しているのは、ロシアが欧米のリース会社から強奪した旅客機だということです。ロシアは2022年のウクライナへの本格的な侵攻、それ以前は欧米製の旅客機をリースにおいて大量に使用し、国際線も国内線も運航していました。しかし、本格的な侵攻以降、制裁をかけられ、リースしていた旅客機について返しなさいと求められると、この要求を拒否し、リースしたものを強奪してしまいました。それに伴ってメンテナンスを一切受けられなくなったので、現在のところは部品取り用の旅客機を作って、そこからの部品の移転などによって当面は飛行機を使い倒し、時間を稼いでいる間に闇市場で代替部品の調達やなんとかコピー品を自国で生産しようと試みています。しかし、そうしたまがいものによる
間に合わせといったものも安全は保証されないものですから、事故の危険性は年々高まり続けています。いずれ限界が来ることも考えて、ロシアではなんとか自国産の旅客機を製造しようとしていますが、計画は完全に机上の空論で、全く事態は進展していません。このチャンネルの動画を見ている方で、ロシア国内で旅客機を使って移動しようという考えを持っている人はいないとは思いますが、今のロシアの航空会社が保有している西側製の旅客機は、正規のメンテナンスが受けられていないといったことは覚えておいて損はないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍がロシアの地で戦っているクルスク州、まとまった戦力を使った反撃に出ました。これまでウクライナ軍はロシア軍の反撃が始まって以降は守りを固めていたので、ロシア軍の油断をよくついた攻撃だったと言えます。ただし、現在投入されている戦力だけでは、クルスクの州都やクルスク原発を狙うまでのほどではないでしょう。しかし、私はあまり賛成はしませんが、ウクライナ軍の今回の攻撃はあくまでもおとり、陽動であり、ロシア軍に対する攻勢作戦を行うための本命は別にあると主張する人もいます。そうした部隊があるとするならば、私だったら東部戦線で反撃用に使うのになと思うのですが、本当かどうかについてはちょっと時間が経ってから答え合わせをするしかありません。そしてウクライナ南部における戦い黒海では、ウクライナ軍の水上ドローンがロシア軍のヘリを撃墜することに成功し、ウクライナの輸出大国としての貿易路がまた一つ安定性を増したようです。というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。